雑学喫茶。本日は北海道の心霊スポット、縄文トンネルを紹介します。心霊スポットはあまり興味ないな。どうせ都市伝説だし。いえいえ、今回の縄文トンネルは単なる都市伝説レベルではありません。そうなの？それでは縄文トンネルの歴史について解説します。縄文トンネルについて。そもそも縄文トンネルってどこにあるの？縄文トンネルは JR 北海道の北見市と遠軽町を結ぶ鉄道トンネルです。鉄道専用のトンネルなんだね。今も使われているのかな？はい。1日10本程度と本数が少ないため訪れる際は注意が必要ですね。わざわざ行く人いなさそうだけど。実はこのトンネルは鉄道ファンには写真スポットとして有名です。そうだったんだ。そんな縄文トンネルですが、心霊スポットとしても有名です。列車を運転していると突然人影が現れたので列車を急停止させましたが、列車を降りて確認してみると誰もいなかったといった話があります。子は幽霊だったのかな？はい。このトンネルを作った労働者たちの幽霊だと考えられています。なんで労働者たちの幽霊なの？それはこの縄文トンネルが作られた悲惨な歴史が関係しています。悲惨な歴史、タコ部屋労働。縄文トンネルは全長507メートル、大正元年から約3年かけて作られました。 500M を3年って時間かかってるね。何工事だったんだろうね。労働者は過酷な労働環境で深夜3時から夜更けまで働かされていました。長時間労働すぎる。狭い部屋に閉じ込められ、満足に食べることもできませんでした。食事は9時と15時の2食でおかずは味噌だけでした。さすがに少なすぎるよ。しかも立ったまま食べなければいけません。食事中くらい座らせてあげて。そんな環境だったのでもちろん逃げ出そうとする者もいました。しかし逃げ出そうとすれば力尽きるまで追いかけられます。捕まれば全裸でスコップや鞭で拷問を受ける毎日でした。運よく逃げられてしまったとしても周りに何もないため結局遭難してしまうそうです。逃げても逃げなくても地獄だ。そもそも労働者の多くは貧困なので、社会に戻ったとしても再び北海道に戻ってしまうことも多かったそうです。このような過酷な環境のため死者は推定100人以上とされています。災害レベルじゃん。このような死に方をしたため縄文トンネルには幽霊が出るという噂が流れました。そりゃそんな噂も流れるよね。このような悲惨な労働はタコ部屋労働、労働者はタコ労働者と呼ばれました。なんでタコって呼ぶの？諸説ありますが、当該の労働者たちのことを指すタコという説があります。北海道の労働者は自公と呼ばれ、この格差がとんでもなかったと言われています。なんでタコ労働者たちはこんな悲惨な仕事を選んじゃったんだろう。都内の至る所に北海道行き人員募集という広告が貼られていました。高級な仕事といった甘い言葉に騙されてしまったようです。タコ労働者たちは真っ赤な腰巻きを腰に巻くことで差別されていました。ひどい話だね。タコ部屋は監禁部屋とも呼ばれており、3人の監視官に監視されていました。何かあれば棒で叩かれ、強制的に労働させられていました。残酷すぎる。警察は動かなかったの？警察には賄賂が渡されたため見て見ぬふりをされていたそうです。悲惨な歴史、人柱。縄文トンネルにはまだまだ悲惨な歴史があります。人柱という言葉は聞いたことがありますか？おとぎ話でよく聞くよね。工事がうまくいくように生きた人間を土や水に埋めるという風習です。実は縄文トンネルには人柱が使われているという伝説がありました。さすがにそれは都市伝説でしょ。最初は都市伝説のように思われていました。しかしこれは本当の話だったのです。1968年、北海道で十勝沖地震が発生しました。その際に縄文トンネルの壁の一部が壊れました。その時になんと人骨が出てきたのです。縄文トンネルは近代に建設されたにもかかわらず人柱が建てられていたのです。しかし神への捧げ物といった宗教的な目的ではなかったものだと考えられます。じゃあなんで人が埋められたの？悲惨な労働環境で死んだ労働者の処理や見せしめのためだったそうです。ひどい。実際に人柱が建てられた様子を見たという人物の話もあります。どんな話なの？幹部の一人が労働者の頭をスコップで叩き割りトンネル内に埋めたそうです。これを見せしめとして他の労働者を働かせていたそうです。聞かなきゃよかった。またトンネルだけでなく付近の森林にも遺体が埋められていそうです。山菜採りに来た人が森で白骨を見つけたそうです。怖すぎる。全国には様々な心霊スポットがあります。
しかし実際に人骨が見つかったのは全国でもここくらいではないでしょうか。心霊スポットって言葉でくくるのが申し訳ないくらい悲惨な歴史があったんだね。ポケモンとの関係。実はこの縄文トンネルはポケモンゲームのモデルとして使われています。そうなの？ダイヤモンド、パールの舞台神王地方のモデルは北海道でした。そして縄文トンネルのある北見市がしっかりと使われているのです。そこでゲットできるポケモンがミカルゲです。どんなポケモンなの？まずゴーストタイプで紫色の悪そうな見た目をしています。うわ、あからさまだ。またゲットするための条件も縄文トンネルとの関係を感じます。ゲットするためにはまず地下通路で32人のトレーナーに会う必要があります。地下通路、縄文トンネルっぽいね。その後、御霊の塔という場所に要石を収めることで出現します。御霊の塔って名前が縄文トンネルの労働者たちの幽霊を連想させるね。またミカルゲの技も呪い、恨みといった幽霊らしい技です。制作者は縄文トンネルを絶対にモデルにしてるね。慰霊碑。1980年、縄文トンネルを見下ろす形で追悼碑が建てられました。二度と人間の尊厳が踏みにじられることがないようにといった内容が刻まれています。歴史を知るために行かなきゃいけない場所だね。過去の失敗を現在にどう生かすかを考えさせる場所だと思います。しかしくれぐれも電車の時刻にはご注意ください。終電を逃すと翌朝まで帰れなくなってしまいます。それはいろんな意味で怖いね。なお縄文トンネル自体は現在も使われているトンネルです。心霊的な意味を差し引いても危険な場所です。くれぐれも徒歩では行かないようにしましょう。行かない。以上縄文トンネルについての解説でした。なんか北海道の闇を見た感じだったね。縄文トンネル以外にも北海道は闇の歴史がたくさんあります。北海道を旅行する際はこういった負の側面も知っておくことが大事かもしれません。今後も北海道に関する様々な情報をお届けしますので応援お願いします。チャンネル登録もお願いします。やる気アップして動画クオリティも上がります。ご視聴ありがとうございました。